デニッシュの上に乗せる。ちなみにこれが、イチジクのパンと、あと柚子と栗のパンですね。お願いします。はい。ちょっと火を入れていらない油を出して表面パリッとさせるために一回焼きます。
端っこ寄せ集めたやつです。クロワッサン作った時にできた端っこをもったいないんで細かく切ってで型に詰めて。
肉とクリームチーズのバゲット焼き上がります。クロワッサン。シロップでお願いします。そうやって見た。俺も全業や。そうですよね。びっくりした。10なんか6か8か。そうですよね。レタスとか2とかね、なんかおかしいですよね。特に雪が降ったりとかっていうイメージなんで。いらっしゃいませ。おはようございます。レンコンと明太子クリームチーズのパンです。
しゃいませ。おはようございます。クリームチーズのクロワッサン焼き上がりました。お店出し用のスライスです。もうすでに焼き上がっているので、いつでも大丈夫です。はい。わかんないですよね。レジ袋ご入り用ですか。かしこまりました。が2219円です。ポイントカードをお預かりいたします。ありがとうございます。すいません、お待たせいたしました。クロワッサンが2点、大葉とベーコンのエビが2点と、ポイントカードをお預かりしておきます。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。まあ週に1、2回来てます。もう買うの決まってるんですよ。クロワッサンと大葉とベーコンの分と、で今コルネと。ここで一番最初食べてクロワッサンがあまりにも美味しかったもんで、これを食べるようにしてるんですけどね。大葉とベーコンなんですけどね。で、これもよそで食べるよりは結構美味しかったんですよ。まあでも買える頃にはね、ついてると思います。でもレクサー高いか。
食パンです。はい、半分ですよね。はい。 4つで、1360円です。ありがとうございます。ピエノワっていうのがフランスのいわゆるミルクパンみたいなものです。でそれに抹茶とホワイトチョコとマカダミアンナッツとあと柚子ピールを練り込んでます。レンコン明太子とクリームチーズのパン明太子フランスです。162円です。いちごデニッシュが1点、チョコパンが1点。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、とレモンとチョコのパンが焼き上がりました。ホワイトチョコのビエノワだ。できるならラップして。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。これね、お一つで。はい、これのお一つ。はい。全部使い回すからいいですかね。アンパンを一番上に置いといてもらう。アンパンを一番上で、はい、わかりました。1、2ぐらいな。月1、2、うん、そうですね。近くに来るときは目指してくるみたいな。もう阪神御影あたりだったらもう糸さんおすすめがクロワッサンとフルーツ系の美味しいパン。いろんな創作パン作ってくれてどんどん開発もしてくださってるから、そうしてもらうと楽しみが増えて嬉しいですと。2回目なんですけども、あ、2回目。はい、で1回目来た時にすごい美味しかったんで、でまた来させてもらったんですけども、エピですね、はい、デニッシュのやつと、これがバナナ、これはクロワッサンですね。はい、ありがとうございます。ご希望でしたらそこから。はいよ。熱いんで気をつけて。ありがとうございます。すみません、今焼きたてですごい熱くなっているのでお気をつけください。
チーズパンが焼き上がりました。カレーパン。いらっしゃいませ。ひよこ豆のカレーパンも焼き上がりました。それで終わりねんけど、ハードトーストとかありがとうございます。これはね、これ。カレー入らん。よいしょ。6ポイントで200円オフです。有効期限5は明日ですね。ですね。入るよ。すみません。ありがとうございます。さすがにちょっとしめじが。ありがとうございます。使って柔らかいんで言っていただけたらお願いします。熱いんで気をつけてください。ブリオッシュシュクレが1点、レンコン明太子とクリームチーズ。そうですね、時々ですけど、いつも本読まれて。前からあるなと思ったんですけど。絵本楽しかった？楽しかった。ありがとう
とアボカドのクロワッサンサンド。はい。ポイントカードの開始です。6ポイントで200円オフになります。お待たせいたしました。ありがとうございます。一番最初に働いたお店は東京のお店になります。ホテルでアルバイトをしてまして、料理人の方がまかないとかを作ってくれはるんですけど、残ったパンも食べさせてもらえたんですよね。そのパンがすごい美味しくて、そこで初めて本格的なハード系のパン、ライ麦パンだったんですけど、こんなパンもあるんだなって、そこでなんかパンに興味持ったのが初めですかね。僕が自身がそのお店に買いに行った時とかにいろんな種類あった方が楽しいんで、一人なんでちょっとなかなかいっぱい出せないんですけど、できる範囲でいろんな種類出そうとは思ってます。新しいパンが出てくるから買ってみようってなるっていうようなお話そうなんですか。もあったりして。それは嬉しいですね。季節によって変えてはいってます。食材もやっぱり新作のパンもできるだけ出そうとは思うんですけど、なかなかそんなには出せないですけど、でもそういう風に言ってもらえるならよかったです。凝ってますよね。美味しいなと思って。ケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のことやってて。いらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。
小麦の風味を出すために石臼のちょっと粉を入れてこのミキサーがダブルアームミキサーって言って人間の手に近いような動きをする肘にダメージがあんまりなくて発酵だです。このミキサーとかあんまり見たことない。で少しオートリーズ菓子パンですね。このあんこ大阪に流通してなくて兵庫県のあんこ屋さんなんですけど、美味しいから無理言って大阪にも流通してくださいって言って頼んでるんですよ。これはクッキー生地を上に乗せるクリームパンですね。食感楽しんでもらおうと思って、だからあえて中身のクリームは少なめにしてるんですよね。普通のクリームパンよりかは。お菓子屋さんがやりそうなクリームパンっていうなんかコンセプトで、この上にこうクッキー生地を絞って。これカスタードめっちゃ多いんですよ。思い出がラジオからね FM から届いて、あなたの心に届いていただいたことをありがとう。1年前からカレンダーに8-2バースデーとしてアーモンドプードルと待ってYouTube とか
はスポンジとアーモンドプードルと、とりあえず焼けてから何しようかなっていう感じで。これザラメ。今回やったら誰や？もう一回焼くの？開いてます？あ、いける。はい。AKB とか。AKB やったあれ。クルンジって言ってクロワッサンの形したやつをこうバンって潰すんですけど、それとありきたりやなって言って渦巻きにしてやろうって発酵した生地をこうポンと潰すプレスやる。キャラメリゼもう一回焼いてこの表面をもうカリカリにしていくって感じです。これをもう一回焼く。こんな感じですかね。この辺がこうキャラメリゼになってて、多分表面ももう硬いんですよね、冷めたら。これは中にスポンジとアーモンドクリーム入れてて、ここにちょっと穴開けてなんか絞ろうかなみたいな。スポンジとアーモンドクリーム、ここのデニッシュの層が縦にしてるんで食感が多分面白いはず。どうぞ。よろしいですか。ありがとうございます。じゃあもうそろそろいけますかね。普段会話ばっかりしてる。全然 OK です。難しい。高知県シパシパしてるみたい。
ぱしてて。ないでしょ、この朝日を浴びない。この時間は邦楽のヘビーローテーションナンバーをお送りします。今年30になります。一人商品は何個ですか？結構な高級ライン。だから何を言いたいのかを先にブレインダイブして一人商品か。はい。そうなの？東京中にのがきっかけです。ありがとうございます。これって実際に運転。食パンの中段の仕込み。お水はこの立山の水使ってるんですけど、すごい口当たりが良くてミネラル分が美味しいです。バターですね。四つ葉のバター。トータルバランスで言ったら四つ葉のバターが一番良かったかなって感じで、四つ葉にしてますね。これが中だね。朝売り切れる分だけ取り扱いて、また昼から焼いて夕方焼いてっていうのを何回も繰り返して焼いてるって感じなんで、本当に6時とかからでも焼いたりとかしてるんで。それはどうして？仕事終わりに買いに来てくれる人がすごい多くて、パン冷めてたら俺やったら食べへんよなと。せっかくこういうオールスクラッチ法でやってるんやったら、焼けるんやったら自分らで焼いたらええんちゃうって感じ。上にダマンド引いてるんです。オザマンド。これはごまの生地にプラリヘーゼルナッツのプラリネ塗ってミルクチョコにアーモンドが入ってるを挟んでサンドします。割っちゃいます。こんな感じで。本来ちょっとラウンドのとこ。パンに結構なんかふざけてやってるとお客さん受けめっちゃいいんですよ。厨房の方に手振ってくる人とかいてるんで来たよみたいな。これフランスパンですね。低温熟成させた生地の。これは前日
の夕方に練って冷蔵庫でずっと置いてるって感じです。イーストを使わずにルヴァン液で発酵させてるんで、ゆっくり発酵するタイプの生地ですね。手書きです、全部。なんかその時によって変わったりするんで。プライスカードがはいかなり特徴的だっていうお話もあったんですけど、これどなたが考えられてる？私がたまに言ったりもするんですけど、シェフが大体言ってます。先ほど書かれたのはこれは？こっちです。抹茶のゼリー、抹茶のムースに最後黒糖のゼリー入れて、あんこと牛皮です。豆うち自家焙煎やってて、それでどれですか？こっちのコーヒーゼリー。コーヒーゼリー。はい。自家焙煎のコーヒー豆をでハンドドリップしてからゼリーにしてます。なんか夏に毎年ゼリーやってるんですけど、ちょいちょい新しいの出て。これをなくなったら追加、なくなったら追加っていうのをやってますね。ここにただ単純に猫の足にしとけば売れるかなっていう。ごま振るよりも足にした方が可愛いんちゃうと思ってる。クリームパンはアーモンドスライスが美味しいんですけど、アーモンドスライスが結構たっぷり。これがこう溶けて表面がちょっとカリカリになってって感じです。でアクセントにザラメを。ザラメ結構使うんですよね。食感とやっぱ味が美味しくて、食べた時にちょっとカリッっていう食感が。ここがさっきのクッキー生地ですね。この表面が硬くなってて、ザラメの食感と。層がバーって出てるから食感がもうザクザクザクってなって美味しいですね。これ猫。焼く方が美味しいので種類しかないやつもあります。もっとぎゅうぎゅうだったんですけど、
もう食パンは絶対買ってるのと、僕クロワッサン好きなんでクロワッサンは。あ、ここで買ったアイスコーヒー、水出しアイスコーヒー。めっちゃうまかったです。よかった。気をつけて。ありがとうございます。この辺に住んでるんですけど、まあたまたま歩いてて見つけたというか、パンの紹介、一言紹介みたいなのもちょっとこう面白くて、家族も美味しいっていうから、スタッフさんもなんかすごい話しやすくて、まあ、楽しく来れてる感じですね。パンおすすめとか。あ、おすすめ食パンですかね。このまま食べても美味しい。個人的にクロワッサン大好きなんで、このチョコクロワッサン、恵方ロールみたいなもん。恵方ロール。恵方巻きあるじゃないですか、それのこうパン屋さんバージョンというか変わり種で面白いなみたいな感じで買ったこともありますね。この辺すごいパン屋さんとかコーヒー屋さんとかたくさんありますけど、その中でもすごくお気に入りで利用させてもらってますね。イベントの時大体なんかやってますね。恵方巻きとか、あ、お任せでもう適当に作ってみたいな、ロールケーキみたいな。そうそう、もう一個そう。スイカをどんどん焼いていくって感じですね。これね、野沢菜お漬物っすね。これを結構味の濃い方の野沢菜を選んでて、いらっしゃいませ。結構みんな映りたがる。なんかコールが違うらしい。そうなんや。よいしょ。上から手でパンをこれぐらい薄くして。これがムースですね。コーヒー。これがまあよくある一般的なちょっと普通のゼリーなんですよ。食べてもらっていいですよね。あ、すみません。ありがとうございます。でこれが僕らが自分らで生豆から選んで焙煎した。濃さちょっと違いますね。あ、全然雑味が入ってない分透明度すごい綺麗なんですよ。でもこれはコーヒーゼリー専用の豆みたいに作ってて、でここでムースでちょっと固めといて、さっきの自分たちが焙煎したコーヒーゼリーをこっちは多めに入れてますね。だから全然透明度が雑味が全然なくて綺麗に出るんですよ。やっぱ液体がこういう風に流れてくるんで、これがこうムースにこう染み込んでいくんですよね。でこのムースが薄くしてるんで、この染み込んで濃くなるって感じです。これが抹茶のゼリーで、これが黒糖のゼリーですね。でこれが抹茶のムース、自家製の牛皮、これも味が濃い抹茶にしといて、
こっちを少し薄くしてますね、味は。黒糖のゼリーですね。パン粉のせて、牛皮をこうのせる。これ全部自家製ですね。豆も選んで作る。僕の嫁さんが焙煎しに行って、で豆持ってきて、ここで粉砕して、その白い自分らで入れて、パッキンして売ってる。どれかい？すごいね、これ。どうやって作るんだろう。すごい企業的。そうそうそう、これを楽しみに来たんです暑くなってきたからこれおやつでゼリーとかいいなっていう。はい、どうもありがとうございます。まあ1回か2回ぐらい鳴らすとそう 1,2 週間に1回は来てる感じですね。西洋わさびのパンが美味しくて毎週買ってます。店員さんもすごいフレンドリーですぐ覚えてくれたりとか。なんか一回この西洋わさびがなんか店頭になかった時があって、あ、今日例の物ないねって話してたら僕からこちらにありますってちょうど出来たてのやつ出してくれてまあそういうところがいいなって思ってますね。インスタとか見てると最近すごい忙しそうなんですけど、倒れずにこれからもよろしくお願いしますこれパン粉ですね。これでなんかただのカレーパンやったら面白くないよねって。じゃああれにのせる。これであとチーズのせて。こんだけネギ入っとって売れるかなとか言ってたら案外なんかみんな好きみたいでネギが。いらっしゃいませ。
うやって転がすんですけど、この親指でこう締めていってるんですよね。ガスまだある状態で、これでこうやるとガスが全部ここに抜けてて、このタイミングでガス抜いていってるって感じですかね。締めながら。さんで一番しんどいのこれなんですよ。持ち上げる。でもよで押しますね。海外からのやつなので。ありがとうございます。お願いします。このままでどうぞ。大丈夫です。ありがとうございます。さよなら。バイバイ。食パンに生クリーム入れるんですよ。コクは別にそんなに重要視してなくて、この耳が柔らかくなるっていうぐらいの生クリームの量にしてますね。今から出てる。シロップに1週間ぐらいつけて、ラム酒のだからこうレーズンがシロップがこう染み込んでるっていうか、こうやると思う。これがレーズン食パンのレーズンですね。生地に対して 90% ぐらい入れてるって感じで、どこ食べてもレーズンが入っているっていうのがやつですね。どこ入れてもレーズンが入ってるんですよ。
レーズン自体がすごい柔らかいんですよね。だからそれの粒を潰さないように混ぜないと。甘いのこれでいいか。別にクルンジにしてもいい。あ、クルンジにしようか。リボンやめて。でもクロワッサンの味してる。そうや。間に合った？間に合った？持ってきたって微妙かもしれない。前からここよく買い物に来て、パンは買いに来てるんです。クロワッサンとパウンドケーキと、これはアップルパイですか？クリームパンですよね。はい、凝ってますよね。割と美味しいなと思って。でもお店の方は親切ですよ。だからもっとお願いします。ありがとうございます。ないです。
ターシークがま卵の量がこれめっちゃ多いんですよ。なんでちょっと乳化させるためにチョコレートを先に。ラム酒ですか？はい。もう香りがすごいですね。あ、ほんまですか。それでも焼いた後はアルコールはもちろん飛ぶので全然嫌な感じはなくて香りだけ残る感じです。違うことしてですね。ええことやん。くれる子やってもう一切レジの方とか見んでもすごかった。すごかったですね。めちゃくちゃ動き。なんか入れます。失礼します。これお二人だけですもんね。そうなんですよ。だからちょっと頑張らん時だけは。今まではどちらで働かれてたんですか？あ、シェフが巻いてたとこでそのままひっついてきた感じです。どうして行こうって思ったんですか？シェフが作るパン好きだったので、もうそれが見れなくなるなら意味ないなーって、その時にお声かけしてもらったから、じゃあ行けますみたいな。もうちょっとだけ回すんですよ。
りやってうまかった方がやる。じゃあお前それみたいな。そうなんですか。基本そうですね。どっちかがやって、ちょっとこう情熱大陸歌いながらやって。いらっしゃいませ。これみんなね、マクン褒めるんですけど、焼いたん僕なんですよ。小鳥してるやつみたいな。はい、お願いします。パン屋さんなのに、これだけいろんなジャンルをやられてるのはなんでなんですか？もともと一番最初で働いてたとこがパンもやりつつケーキもやってたので、スタイルはパン屋がやる洋菓子みたいなんで、僕が大体できるとこの子が次できるようになるんで。もう何でもできてしまうんですか？全然。どうして独立するときにお声かけされたんですか？服装とか見とっても色彩センスがいいのと、あと勘が働くなと思って、分身みたいな感じの動きしてたから、これでいけるなみたいな。最初よりツヤが出てます。で、ちょっと流して伸ばして最後伸ばして固めて終わりです。バレンタインここで買う人が増えた。これを運ぶ。逆に言うたら僕このチョコレート中身何を知らないですよ。中身がこれがさっきのフルーティーなダークチョコレートで、これがミルクチョコとヘーゼルナッツのプラリネを一緒に合わせたものが入ってて、こっちが抹茶の味が入ってます。こんな感じで僕語れるんですけどね。はい、ありがとうございます。これがリボンのパンです。これがモンブランです。美味しそうすぎる。可愛いってかこれ。でこれがアップルパイです。モンブランはインスタで見て美味しそうやなと思ってなんか買おうと思っとって、でなんかリボンのパンはなんか見た目が可愛かったから買います。アップルパイは初めて見た形のアップルパイだったんでアップルパイにしました。おしゃれやし美味しそうやし、また行きたいなって感じです。マロンクリームとカスタード。
のレーズンパンすごいもっちもちですごい美味しいんですよ。水分がいっぱい入っててレーズンもプリプリしててすごい美味しい。今日はなんかインスタで載ってたリボンの形したパンかわいいなと思って、シェフの気まぐれって言ってなんかナッツとチョコかな入ったやつとクリームパン美味しそうやな。インスタとか見てるとすごいこだわって新商品をいっぱい作ってるなと思って、結構なんかケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のことも結構やってて、これからもいろんなものをチャレンジしてください。はい、楽しみにしてます。はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。クワドロケニアっていうは40人格の造語ですごいなと思った人のなんかいいとこを取って作ったお店ですね。だから見た目もそうだし食感とかも5巻プラス第6巻で店をするみたいな目標じゃないですけど、クワドロフェニアさんのコーヒーが飲めるところを出してこの子に任せて僕はここでやろうかなと細々そうです。女の子が活躍できるような場所にここはしたいなっていう。私もできるようになったらいいなっていうのもあるし、一緒にやらせてもらおうかなっていう100点もうちょっといいコメント用意してたらよかったです。俺シェフかっこいい珍しくちょっとワックスしてきたからな。もう崩れたけどすぐすいません、レーズン食パンもお願いします。プロンプロンいらっしゃいませ。うわマジで完全にフレーバーこの日にそんなことあります？僕は季節柄みたい人柄ってパンに現れると思います。ありがとうございました。
種食パンですね。五穀の生地。北海道産のポテトとコーンになってますね。でこれが五穀の食パンですね。でこれが玉ねぎの生地の中にフレッシュの淡路の玉ねぎ練り込んでそのまま焼いちゃうんですよ。じゃあ焼いてるうちにめっちゃ玉ねぎ甘くなって淡路の玉ねぎやからこそできるやつですね。一応このハムも大山ハムっていう肉々しいハム使ってますね。これ一応子供が食べやすいように結構甘めに作っとって2種類のカレーをブレンドした感じですね。じゃがいものフレークみたいな。揚げる場所がないんで揚げてる風ですかね。これ全粒粉、五穀の全粒粉なんですけど一回水で戻してあげるとすごい香りいいでしょ。
ライ麦これが一番人気の湯種食パンですね。結構柔らかくて。よくこのこうやって出すじゃないですか。この出し方したら網の型いってもう全部ボツになっちゃうんですよね。いや普通にしとってもめっちゃプルンプルンするんですよ。結構揺れるんですよめっちゃ。変なんですよ。真四角を保てない。横側にずれてくるんですよ。こうやってちょっと横にボワーンってなったりとか。基本的にうちの粉全部弱めで膨らまないんですよあんまり綺麗に。ちょっとだけ回す量を増やしたら、グルテンの量は多くなっちゃうんですけど形保てるようになったんで回す量が伸びた感じですね。湯種と違ってこれはめっちゃ簡単に出せるんでありがたいですよね。これ全粒粉ローですね。朝一にお水入れてあげた全粒粉。自家製のピロシキです。これがもちもちオレンジで中にオレンジピールを練り込んで作ってる湯種と同じ生地ですね。食べた時にですねもちっていう食感がします。だから何種類ぐらい生地作られるんですか？種類だけで言ったら5ですね。そこからいろいろ派生してったら7、8ぐらいですかね。これは青柳あんパンのあんこです。芦屋で発泡料理屋さんをしてる人がいるんですけど、その人に特注で作ってもらってるあんこになりますね。多分このぐらいで全然違いますね。違うでしょ。めちゃくちゃ食べやすいんですよ。こっちのあんこが。わ、めっちゃさっぱりしてますね。でしょ。で、あんまり量も仕込めないんで、数量限定として作ってますね。
これ前日に分割だけしてるメロンパンの生地です。潰れてるかもしれないですね。うわ、マジで完全に潰れました。これは2円ガムテープだけ持ってきます。電源入れときな。入れたら漏電して壊れるから。この日にそんなことあります？申し訳ございません。オープンして1年半、こんなこと初めてです。来てくれてよかったです。2人やったら最悪の空気。ちょっと考えた方がいいな。今止めてんねんな、水道。大丈夫。いつも蒸気入れとう場所は代わりに水切りです。これがハニーチーズで、焼いた後に上から岩塩と蜂蜜を。この蜂蜜と、ありがとう。メロンパン表面乾燥させた方が綺麗にふわっと膨らむんで割れにくいですね。気持ちいい。食べてもらっていいですか？よかったら。ありがとうございます。形悪いやつ。湯種の生地使ってるんで、うちのメロンパンはすごいもっちりふっくらしてて、メロンパンが苦手な人でも買って帰ってくれますね。ここのメロンパンだけは食べれるって言って。で次フランスパン入るんで、しっかり
拭いてあげるみたいな感じです。リホ、仕込みながらするな。オレンジ、紅茶、青いのほら。なんで？明太か。あ、はい、もう一回。多分結構珍しいんですけど、うちの中力を使ってるんがこれうどん粉なんですよ。やっぱ他の普通の中力に比べたら結構すごいいい食感に変わってくれるんで。でこんななんですよ。触ったらにまた取ってもらったら結構待ってそしたらさっきのべちべちのがこんな感じにもうしっかりトロトロっすけど、でこれはオレンジ分とこれが朝一の食パンになる感じです。ホワイトチョコで紅茶パウダー。
にやる？あ、よかった。説明。クリームの説明してあげたって。すみません。クリームはきび糖で作ってるんで溶けないんでめっちゃジャリジャリしてるんですよ。年配の方ジャリパン店を気に入って買ってくださいます。なんか初め滑らかな方がいいかなって、このミルククリームだけお砂糖変えるっていう話してたんですけど、やっぱりせっかくねきび糖を使ってるからこれもきび糖を使おうっていう。コップなんですけど、普通のコップって結構硬いじゃないですか。これ柔らかめに加工してくれてて、歯が悪くても全然食べれるっていう。なってくるんですよね、次。これはフレンチトーストですね。牛乳じゃなくて豆乳でつけてる豆乳のフレンチトーストです。そのパンチをちゃんといくいかへんで、特にその五穀食パンが上がり方が全然変わってくるんです。ちゃんとパンチせんかったりしたらもう次の日やこうやって上がってこないです。あんな感じにもうぺたんこで全然やる気のないパンに変わります。手抜いたらすぐ五穀食パンに怒られるんですよ。お前手抜いたやろ言うて。めんどくさい彼女ってよく言ってるもん。いやほんまにほんまにめんどくさい彼女さん。だから粉とかのその日によって温度が変わるじゃないですか。その粉の温度が変わった時にも次水の温度も変えんとあかんし大変なんですよね。まあでもそれが面白いんですけどね。僕が別にするわけじゃなくて僕だからそうやって言ってますけど、他の人からしたらちょっとちゃうわって思う人いるかもしれないですけど。急に発狂してでこのバターが中に馴染んでってくれるんで、さっき切っちゃってます。スライムみたいでしょ。いい感じ。
白いし。クロワッサンをカリカリに焼いたおやつですクルンジっていうらしくて、おこげっていう意味のヌルンジっていう韓国語とクロワッサンをかけた造語みたいなでクルンジ。可愛らしいですねえ本当にちょうどいいおやつですね。そうなんですよ。おはようございます。ありがとうございます。すいません。おはようございます。失礼します。1、2、3、4、5点で1300。失礼しました。ありがとうございます。ドア開けますね。すいません。よくご家族で来られるんですか？そうですね。あと散歩がてら来たりして。これ子供が好きなので、湯種パン。ちょっと初めて買ったんですけど、全粒粉のパン。あとエピ。これ美味しそうですね。これがすごいお気に入り。今から朝食で召し上がる。そうです。ありがとうございます。今からこれ何やられるんですか？今からピロシキ仕込みます。はい。いらっしゃいませ、こんにちは。もともとよく来てくださってて、で共通の趣味がお酒なんですけど、共通の趣味があって、ゆうくんこの間ととれでありがとう。じゃあ頑張って。頑張ります。ありがとうございます。また。失礼します。うち近所なんですけど、なんかパン屋さんできたよっていうので一回来て、ちょっとりほちゃんと意気投合して、もう今はお客さんとお店の人じゃなくってただの飲み友まで行ってます。
おすすめは店主のリュウ君の優しさが詰まったフレンチトーストです。通われる理由とかパン買いながらおしゃべりしたりとか、人柄ってパンに現れると思います。頑張っていつまでも買いに来るので続けてくださいっていうことです。山歩きはるんですよ。その後にお昼飲みするのが好きなんやけどねみたいな話から「おすすめのお店あるけどどう?」って言って、そこでお客さんつなげてくださったり、飲食店行ってお客さんと話したりとか、それが楽しくて息抜きです、休みの日。大体炒まったら油がすごいんで切ります。29歳でありがとうございます。湯種の6枚切りが1つと、吉岡様で、はい、ありがとうございます。結構きつめにとろみをつけます。入れれる？あ、すいません。はい。ぽいぽい。バイバイ。ふわふわ。ありがとうございます。好きなパンはありますか？ウインナーパン。ウインナーパン。アンパン。アンパン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、こんにちは。ありがとうございます。お願いします。アンパンですね。5点で1274円です。ありがとうございます。ありがとうございます。
で一番最初はほんまに慣れてなくて1年半も試行錯誤しながらやったら綺麗にもある程度は綺麗にできる。この食パンは作りたいみたいなのをずっと言ってたから、その甘みがあって甘みがあってもちもちしたもちもちしたお菓子みたいな食パン生でもそのまま食べれるような食パンをもともとは作りたくてで作ったのがゆだね食パンですね。私いつかは1本を出来たてでスプーンで作って食べたいね。ネット販売を最近始めて当日上がったパンを冷凍保存してクール便で送らせてもらっているのを最近始めたんですよ。仲介業者挟まず自分たちだけのスクみたいなやつではないウェブサイトから飛べるんでまたインスタグラムに勧められたからかぜひぜひいろいろねなんかまた合いそうですねどこかでねめっちゃ飲みに行きゃみたいなまたどこかであれば全然ありがとうありがとうございます失礼しますありがとうございますありがとうございますありがとうございますいろいろ試したいなと思ってでたくさん買ってお友達と分けます。ありがとう。ありがとうございます。プレゼントせっかくやるんやったら地域の人に貢献したいなと思って子育ての街って最近ずっと明石が言われてるんで子どもたちと一緒に成長できるようにできたらいいなと思ってパン屋さん自体がだから将来の夢的に言ったら子どもが大きくなった時に俺はベーカリー牛乳を食べて大きくなったんぞって言われるのが夢だからそういうのを目標にここで作ることにしましたね西明石でだからこそ毎日食べるパンってなったら健康面を意識しないといけないんで純強力をメインにしてグルテンを抑えて保存料とかそういうのは一切入れないようにして健康面を意識して作ったパンが今並んでるパンですね。神戸の修行された？あ、そうですそうですそうです。フロインドリーブっていうところで7年間でその後別のパン屋さんに移って合計で10年ちょっとぐらいですかね。同じくフロインドリーブのキッチンがあるんですけど中作ったパンをこっちでスライスしてそれをサンドイッチとかに加工するっていうそこで働いてます3年ぐらいかな。本当にパンに対してのこだわりっていうのは好きだからそうそう好きやからこそこういうふうに美味しく食べてもらおうって考えれるし
せっかく食べてもらうんやったらこんな食パン食べたことないわって思われるようなやつを食べてほしいなと思って作り始めたってぐらいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとう。失礼します。卵湯がいたらちょっと温まる。砂糖ですか？あ、これキルシューでチェリーのお酒ちょっと入れることで風味が増すんです。これを焼き上がりに移す。おはよう。モンキーブレッドのモンキー液と呼んでるキャラメル状になる部分の店の看板商品で店の名前がついてるパンなんやけど、猿っていうあだ名やったから猿の作るパンでモンキーブレッドっていう、ほんまに。
おめでとうや。これ食ってみて。いいですか？今、これがそうモンキーブレッド。卵かついつも通りで。卵サンドの卵の味付けできび糖と塩コショウしてます。
るもんな。世界一うまいと思う。世界一うまい。アーモンドのクリームです。アマンドっていう。こんなの焼きたてめちゃくちゃうまいのに、じゃがバタベーコンとか。じゃがバタベーコン。ダッチオーブンで焼いてじゃがいもにベーコン巻いてアホみたいな量のマヨネーズぶち込んで焼くっていう。そう全粒粉の生地、小麦全体をひいてある粉やから味わい深い分どうしてもパサつきが出るから、でそれを蜂蜜を入れることでパサつきが抑えれるっていう。
で今日あれも夜も言ったな。リングベル入れときます。すいません、こちら。はい。北海道産のフランス小麦、結構風味が強い粉で、バターの風味だけじゃなく粉の風味もしっかりするっていう意味でそれを使ってるっていう、それ以外のこだわりは何もないっていう。インタビューもされた。メロン焼きたてです。いかがでしょうか。ちぎりメロンパン。はい、チョコの方で。あ、いや、お一つでいいですかね。お待たせしました。ちょっといっぱい買っちゃったんですけど、すいません。ありがとう。ありがとうございました。もう子供たちが好きなんで、お昼ご飯用にいっぱい買いました。いっぱいパンパンですね。はい。どこ向いてるんや。こっち向いて。はい、バイバイ。バイバイ。あ、おはようございます。まずは今80あるんですけど、まあ40負けた方がいいです。全粒粉。全粒粉あるから40。あ、ありがとうございました。フレンチの店の人でうちのパンを気に入って使ってるっていう。
バーガーのバンド、姫路の千葉ビル2号線沿いなんですけど、そちらでやってます。よかったらぜひ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。プレオ君来ていただいてからパン頼むことになりました。特注でお願いしてます。全粒粉配合してもらってさっくりふわふわしたバンドに作ってもらってます。ありがとうございます。そこから全部回す。ちょっと3つぐらい入れて。そこ広く使ってもらっても。はい、大丈夫です。じゃあ、なんか一緒にできるもん一人で。ちっちゃいバケットから。そう、2日連続なかなかないのに。いちご大福練乳クロワッサン。そうですね、大手前公園とか。めっちゃ好きで、もう今日は朝から行こうと思っててここのクロワッサン系がとにかく美味しくって大ファンなんです。これはなんかいちご大福みたいな、そのクロワッサンがすごくパリパリしてて大好きなんです。ゆうさん、今からはどちらへ？今からパティスレームの方にケーキの仕上げに行きますんで。4本で。そう。とりあえずじゃああるやつだけ買っといて。一緒結局。2A。25もでもあれですよ。一番空いてるので。皆さんこれ山のここにプライス去年のやつ出てきてプライスが足りひんから。そこの本当。どのみちハーフは使わなあかんねん。
サブだやっぱり。ロールあれフルーツ何々の？一応去年はキウイ、甘夏、ハーフ5やったら 2.5 個。サンタ？そうなんや。今日はもう指踏んでる。この人一番得しとんじゃん。これバスクチーズとガトーショコラです。66？はい。いや俺1日12時オープンしようかな思っとったら忘れてなんかセールでもしたのかなマジで。どうせやったらこの材料がの。カードどこやったっけ？1号かけてみます？いいよ。あ、そうか。こんなくすんどったらルビーチョコ言うてピンクのチョコレートのガナッシュでケーキにこうかけるんですけど。モンベンの予約でできます？モンベンいけるかな。もうどっかで強引に。あ、もう全体かけるのかな。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。エコー一つと。はい。すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。すいません、お待たせいたしました。モンブランを2つね。はい。すいません、じゃあこちらの2点。ありがとうございました。
プレーンな。はい。1列ぐらいで。そうやな。とりあえず、うん。まあ、毎回そうです。おはようございます。兵庫県か今のところがちょっとこういう感じで。カツサンド。ミニトマトもかぶっとくね。メロンパンの皮ってクッキーやから美味しいんやで。3人前4つ。これが完成。お待たせしました。ありがとうございました。クリスマス会とかそういうとこには絶対持って行かせてもらってます。そう持って行っても可愛いってなって結構聞かれましたからどこで買ったのみたいな。ありがとうございます。はい。そんなに切らなくて。うん。おやつやで。チョコ食べそう。食べた。あ、食べた。さあ。
この練り上がりのこの薄いこれ面白いでしょ。裂け目が綺麗に裂けていったらしっかりグルテンがつながってるっていう。毎日こね揚げの温度をもう一定にするっていうのが年間通して同じパンが焼けるまず第一条件。年末年始のこの方にご連絡いただきましたら、お願いします。なかなかないんでしょ。こっちは価値あるけど、私は価値ないから。いや、あります、あります。ありがとうございます、ありがとうございます。パンをまた来ます。ありがとうございます。はい、ありがとう、失礼します。あっちの構えの方からお店から、ずっとお付き合いさせてもらってるんです。今日はもうクロワッサンともちろんメロンパンですか。周りの上がもうサクサクで、中はしっとりと。食パンは日本です。今日はちょっと少ないんですけど、いつも売り切れるんです。夕方2時半ぐらいみたいな。たんまりある時はラッキーで、そんな会話をスタートしてます。はい。面白いですよね。面白いですね。でも人がごっつ出てますね。はい。ありがとうございます。すみません。しんどい。しんどくても続けられたのはお客さんの美味しいが聞きたいからです。ほんまにそれだけが救われるほんま言葉なので、それは本当に、今後は今キッチンカーを作ってるんで、この何年かでコロナもあったり皆さんの生活全て大きく変わって、キッチンカーで動くことで、そこでもう一回改めて知ってもらって、で店舗にやっぱ足を運んでほしいという、キッチンカーで姫路中を
猿まみれにしたいっていう